発電だけで打てています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は人力レーザー銃を作ってみようと思います。発電の仕組みをうまく使って省エネで使えるレーザー兵器にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは以前作った自転車の回し車に非接触接合したパーツをつけてフレームをすっきりさせたら、その軸にモーターをつけて発電できるようにします。こんな感じで接続したら LED をつけて回し車を回すとちゃんと発電しているのがわかります。この電力だけでは威力が出ないと思うので、たくさんのコンデンサを間に挟むことで発電した電力を蓄えて強いレーザーを発射できるようにします。全部で16個のコンデンサを挟んで、そこから非接触接合パーツを配線にして前方にレーザーを取り付けました。これだけコンデンサの数があればそれなりの時間レーザーを照射できます。もっと簡単に撃てるように運転席からつかめる場所にトリガーをつけて回し車を回して充電しながら撃てるようにしました。簡単にレーザーを撃てますし、コンデンサが空になった後も発電の力だけで弱いレーザーを撃ち続けることができました。意外と発電能力は高いみたいです。ここで試しにモーターを二重にして発電能力が高くなるか試してみましょう。そうすると、モーターが増えた分抵抗も大きくなって回し車の回転数が落ちてしまうので発電能力が下がってしまっているみたいです。コンデンサを使い切った後のレーザーもさっきより細くなってますね。この構造の場合、発電用のモーターは一つが正解みたいです。モーターは一つに戻して人力レーザー銃を移動させるためのタイヤの部品を付けましょう。シンプルな構造のタイヤを4つベアリングにつなげて取り付けました。これである程度動かしながら撃てるはずです。早速地面との固定を解除して乗ってレーザーを撃とうとするとベアリングがぐれる力のせいか結構後ろに移動してしまいました。レーザーは普通に撃てますが、これだと使いづらいので、後ろのタイヤにモーターをつけて、電力で動かせるようにしましょう。ついでに太陽電池をレーザーにつけることで、レーザー照準器も追加しておきました。モーターを回すためのバッテリーを1本追加しますが、回し車から充電されるようにしているので、電力が空になっても安心です。モーターは追加した左側のトリガーで動かすようにして、もう一度乗ってみます。ちゃんと前に進めています。スピードは遅いですが、レーザーで狙うならこのくらいで十分だと思います。そのまま走りながら右トリガーを引くことで、レーザーも問題なく撃てています。でも、バッテリー1本だけの駆動力では、緩い坂を登ることができないみたいです。そして、回し車を回しながら進んでいくと、高速で動く部品のせいか、勝手に壊れることもありました。充電は止まってからやった方が良さそうです。とりあえずバッテリーを2本に増やして、進みながらレーザーを撃ってみましょう。木に近づいて右トリガーを引くと、いい感じにダメージを与えてくれました。コンデンサを使い切ると、発電だけで撃てています。この木にはノーダメージですが、少しの威力はありそうです。木を破壊した後、そのまま進んでいくと、またもや勝手に壊れてしまいました。そこそこ移動能力はありますが、耐久力には期待できない武器ですね。方向転換もしづらかったので、トリガーを少し斜めに付け直すことで、手の力で動かしやすくしたら、カメラの位置を固定して、旋回性能を見てみましょう。すると、かなり大きな旋回半径を描いてしまっています。水輪の左右がつながっているせいだと思いますが、
別々にすると壊れやすくなるので、このままにしておきます。それでもなんとかぐるっと旋回して戻ってきて、カメラに向かってレーザーを撃つことができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。回し車を回しながら撃つことで、レーザーの照射時間を増やしつつ、ある程度方向も変えることができます。そんなに狙いやすくはないですね。左トリガーを引いた時の移動速度は、秒速 5.9 メートルくらいと、それなりの速さです。しっかり狙いをつけてレーザーを発射することで、前にある木を破壊することができました。急な坂道を登ることはできませんが、坂道で角度が変わるのを利用することで、上の方にある的を狙うこともできました。それでは最後は、坂道のない平らなワールドに移動したら、人力レーサー銃に乗って、行けるところまで行ってみましょう。しかし、少し進んだところで、あちゃーん！起爆ドローンとグリーンスライムに破壊されてしまいました。残念すぎる耐久力です。旅はここまでですね。それでは、人力レーザー銃での旅は十分楽しめたので、スライムを召喚して、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた人力レーザー銃さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価もしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。